アイルランド在住2児の母のピギー・ワンダラーです。私たち家族全員風邪をひいてしまって2週間ほど寝込んでいました。息子だけ熱は出なかったんですけど、娘と私と夫の3人は代わる代わる39度の熱が出て、本当にもう体を引きずり床を這いながら生きてる大丈夫っていう声かけをして過ごすというね、大変しんどい日々を過ごしました。今回はアイルランドで風邪をひいた時に近くにねなかなか助けてくれる人がいない状況で、じゃあどうやって過ごしたらいいのかっていうことを紹介したいと思います。今回私たちがひいた風邪の症状は鼻水、喉の痛み、特に大人、私たち夫婦はですね、片頭痛があったり体の寒気とか関節痛があったりとか、そういった、節々の痛みですね。で39度以上の熱が出ました。アイルランドにはですね GP というかかりつけ医というものがあります。これはもうアイルランドに来た時点で近所にねかかりつけ医っていうものを、見つける必要があるんですよね。でそこに登録して、定期的にそこに受診したり、風邪ひいたりとかするときにまずはそこの GP に行くんですね。 GP っていうのは予約が必要なんですね。今日の午前中に行きたいとか今日の午後行きたいっていうのもなかなか取れないんですよ。当日っていうのは難しいかな。次の日とか、2日後とか結構ね混んでるんです。常にまずそれの予約をする。処方箋がいるなとかもうしんどいなっていう時は GP に行ってください。症状が軽い場合なんかは町のいろんなところにファーマシーがあるので、そこに行って薬剤師さんの方とお話しして、自分の症状を言って、それに相当する薬を出してもらうっていうのも一つです。GP で予約したけどなかなか行けない、もうどうしてもしんどいっていう時は緊急のアウトオブアワーズ GP っていうのがあるので、時間外でも緊急で見てもらえるところもあります。で娘の状態が結構きつかったので GP2 日後よりももう今すぐ行きたいよねっていう状況だったんですよね。で私たちラヤっていう保険に入ってるんですけど、ここのいいところはオンライン検診っていうのがあって、スマホにアプリを登録して時間を予約するとですね、スマホから連絡してドクターと直接テレビ電話しながら自分の症状を伝えて5分10分ぐらいの検診で済むんですけど、私も実際これ手足口病にかかった時に利用したことがあるんですけど、これのいいところはうち子供がねまだ小さい2歳と3歳の子供がいるんですけど、もう自分がすごくしんどい時に子供たちを連れて外に出す本当至難の技なんですよ。そういう時にオンラインの GP があると、待ち時間もないですし、子供たちを外に連れていく必要もない、家から出る必要もないっていうのがもうすごい最大のメリットで、オンラインでの受診が終わると即ドクターがやり取りした内容をまとめてメールで送ってくれるんですね。アプリ上でメッセージのやり取りができるんですけど、そこに今日の診断内容と、トリートメントプランっていうのをですね一覧にして送ってくれるんです。で近くの薬局に処方箋をすぐメールで送ってくれるので、そこに取りに行くだけなんですよね。だからすごくよくって、今回もラヤのオンライン検診を登録して、でミッキーとシドニーと見てもらいました。はい、だからそういうのもあります。アイルランドで買える風邪薬、これはねもう家に常備しててもいいなと思うんですけど、エムシップ、ヌロフェン、パラセタモールですね。ヌロフェン、これ子供用なんですけど、生後3ヶ月以上のお子さんから使います。でいちご味で、これはフィーバー&ペインリリーフなので、熱とか痛みをね軽減させる薬になっています。これ大人用もあるので、我が家には子供用と大人用があります。あとパラセタモールですね、お湯に溶かして飲むタイプなんですけど、こっちがレモン味とこっちがブラックカラント。これは、フィーバー、ヘディック、ソースロート、ボディエッグ、ピンズっていうように本当に総合風邪薬です。これはもう常備してていいと思う。今回きつかったのでイブプロフェンも一応、購入して飲みました。はい、そうでポカリセットみたいな味のお水に混ぜて飲むものがあるっていうのをYouTube で見まして、でそれをね薬局で尋ねたんだけど、私が行った薬局には置いてなかったんですよ。でそれの代わりといって、こちらのものを薬剤師さんにおすすめされて買ったんですけど、でこれはお水にその1袋溶いて 200ml のお水に混ぜて飲むんですけど、美味しくなかった。
私たちね、ほんと食欲がなくて、とりあえずでも水分は取らないといけない。水分をたくさん取ろうと思ったんだけど、特に子供たちね、風邪の時とかお水飲みたがらない子とかいると思うんですよ。でそういう時はとりあえず飲めるもの、普段あんまり口にさしてなくても飲めるものとか、食べれるものを食べさせてあげてっていう風に日本の先生とか先輩ママさんから聞きました。我が家は子供たちも好きなんですけど、これは薬局じゃなくてスーパーとかのレジ前とかに売ってます。これはリドルとかテスコとかで売ってるかな。こういうタブレットになってるので、水道水に私は1個は多いので半分に割って、半分入れて飲んでます。でこれね、つわりの時本当に水道水が飲めなくてきつかったんですよ。そういう時にもこれすごく飲みやすくなるので、そういう方にもねおすすめです。でこれもマルチビタミンなのでこれあるといいと思う。我が家でこれもずっと毎日作って飲んでたんですけど、これはいストロベリー&ラズベリーティーでノンカフェインになってます。これは子供たち大好きで、これに蜂蜜をたっぷり入れて、あとはレモンとかね絞ったりして、水筒に入れて毎日飲ましてました。風邪の時とかね、蜂蜜多めとかにして甘めで作ってもいいかなと思います。あとスーパーとかにはフルーツパックって言って、離乳食コーナーの横とかにですね、フルーツのピューレみたいなパック状のやつが売ってるので、フルーツジュレをあげたりとかしてますね。で子供たちが何も食べれないっていう時に多分アイスクリームとかだったら食べれると思うんですよ。でこれはねお医者さんもおすすめしてるのでアイスクリームあげていいと思います。多分ねうちの子たちアイスクリーム好きなのであげたら多分全部食べると思うんですよ。でも全部はちょっと大きすぎる、コーンのアイスとかね大きすぎるっていう時におすすめ。これねオレオのなんか一口サイズになってるんですよ。で、溶けにくいのね。これ14個入ってるんですけど、これが結構我が家では今ヒットしてます。風邪の時にね。あとね、こういうフルーツ味のボンもついてるアイスキャンデーがあって、これもね、ほんとミニサイズなんですよ。大きいアイスとかじゃなくて、本当にどれくらいかな、親指ぐらいのサイズなので、子供でも食べやすいっていう、こういうのおすすめです。我が家で大活躍してるのは、これね鼻詰まりの時にすっごい便利で、これ日本で購入したんだけど、白湯を作ってね、この粉をね1袋混ぜるんですよ。それをこの容器に入れまして、で鼻を洗うと、鼻を洗うとそうすると汚れが出てくるんですよね。でこれ鼻全然痛くないし、すっごいすっきりしておすすめです。小さいお子さんとかね、鼻かむのが苦手な子とかいるじゃないですか。そういう時は吸引器を使ったりで、子供バージョンのねこういうのがネットとかでも買えます。でその作った同じものを注射器の中に入れて、あーってお口開けてな。You watch like this, okay? You watch like this. あ、上手。鼻がすっきりするという、これもおすすめです。鼻詰まりとか寝苦しい時にあったらいいのがベポラップとかタイガーバーム。海外で風邪ひいた時に特にね、おかゆとか日本人だったら日本のものが恋しくなると思うんですよね。でも本当にしんどくて誰もご飯作ってくれる人がいなくて、日本食が食べたい、おかゆさん食べたいってなった時に手っ取り早く時短で、食べれるものがあります。オートミールにお湯を入れて、混ぜたところに、お味噌をねティースプーン1杯とか混ぜて食べると、これがね意外といけるんですよ。騙されたと思ってやってみて、もうご飯を仕掛ける元気がない時にこれ結構いけるのよっていうのをね先輩ママさんに教えてもらったんですよ。でやったらねいけたの、美味しかった。だから本当にご飯仕掛ける気力もない、なんか食べたいっていう時は食べてみてください。もう本当にキッチンに立つのもしんどいし、ご飯をね作るのもしんどいっていう状況だったんですよ。でそういう時にデリバリーを我が家活用しました。でダブリンにはいろんなデリバリーがあるんですけど、デリバルーっていうのが多いかな。今回風邪ひいて3回私たち同じお店でオーダーしたんですけど、おすすめねフォータっていうベトナム料理屋さんのお店なんですけど、そこのね、フォーを3回
私たちデリバリーしました。めちゃくちゃ美味しくておすすめです。ご飯作るのもしんどいとかそういう時はね、デリバリーを活用してみてください。風邪でしんどい時はぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。